スカイハイ10時半になりましたよ。テレビアニメシャーロットともりなお役のスカイハイです。というわけで6回目です。先週はまさかの録音、そしてまさかのスカイハイ乗っ取り。でも今日は生放送。いやー、先週もちょさん可愛かったなー。もちょさん録もちょさんもちょさん、あゆみ、もちょさん、もちょさんは無事かいや、放送を見てその直後にラジオを聞いてる人、切り替え大変でしょう。私も同じ気持ちです。でも今日は、強力な助っ人がいますので、もう早くオープニングトークを締めて早くゲストさんにいらしていただきましょう。じゃあそろそろ始めますよ。シャーロットラジオともりなおの生徒会活動日誌。この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは。シャーロットともりなお役の桜井です。では早速ですが今日のゲストさんを紹介しましょう。この方。皆さんこんばんは、スカイハイ水島です。なんか知らないけど鼻にかかってるこんばんはもしかしてスカイハイさんですか？はい、スカイハイのスカイハイの誰ですか？斉藤ですなんで貫き通そうとするんですか？わかるよ、オオープニングの時からの空気が分かったよ。はい、そうですよ。どうやって6話の流れからの、このラジオをやれというそうなんですよ。ところで頑張ったらスカイハイとしかならないじゃないですかならないそうなんです。あなた誰ですか？スカイハイいつまで名乗ってなかった名乗ってないですよ。どうも水島貴弘です。はーいちょっともう2人ともテンションがね、あれな感じですね。もうなんか戻ることすらできなくなるそうですね。だってまだ一度もこのラジオで高城丈次郎って言ってないですよ多分。本当だせっかく高速移動で瞬間移動で入ってきたのに、瞬間移動で入ってきました。はい、高城丈次郎役の大中さん、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。水島スカイハイ大中さん。はい、スカイハイもうちょっとだんだん燃料がなくなってきたんですけどエンジンがかかんなくなってきましたね。なんかもうでも本当今日は、はい、正直、はい、辛いよ。いや出演が逆に言うと今日朝倉桃さんを出すわけにはいかなかったんです。そりゃそうだよ。そうなんです。そりゃそうなんだけど、さあ誰だと、この辛めな空気をパッと明るくハッピーなスカイハイな感じにしてくださるのは誰かというところでそれならヒカルさん呼べばいいんじゃないのそれありますね。そうですよ、一手として。そうですよ。でもそこでやっぱり大中さんに白羽の矢が立ったわけですだからもう本当に、前回がね、はい、本当スカイハイ斉藤の乗っ取りがあり、そしてもうちょさんゲストというね、そうなんですよ。最高のね、そうなんです。今までで最高の回だったじゃないですか。楽しかったですね。はい、本当になんていうのかな、こう俺とかウッチーは引き出せないもちょさんの可愛さを、あやねるが出してくれたという、同性だからこそ、そうなんです。なんだ、一緒に更衣室に入れるみたいな、そういう特権をこう駆使して、引くな引かれてしまったということで、実は大中さん、前回は内山さんのピンチヒッターとして、そうなんです、代打として参加してくださいまして、本当にありがとうございます。いえいえいえ。今回は正式なゲストで、あとこの前内山さんがいらっしゃった時はコメントでも参加していただいたりとかしまして、そうなんですよ。ありがとうございました。なんか外部から侵入して、言葉を放っておりました。そう、大中さんが何か言ってるって言いながら2人でラジオやっていましたけど、そして大中さんといえば今週末コミケで発売するラジオ CD 第0巻の方でもなんとゲストとして参
参加してくださっています。お、これね実はもう収録も終わっておりまして、そうなんです。実はとてもカオスなどういう形で残ってるんだろう。結構収ど録うなんでしょうね。長かったよね。長かったですね。だいぶ回しましたからうね、ん、どれぐらい使われてるのかわからないですけど、どれぐらい使えるのが残ってんのか。そうこなんです。れでちょっと短めにはいの収録だったらよっぽど使えねえとこそうばっかだっなんですよ。たっていうあとなんかことの。生放送でセーブしている分を割とこのラジオ CD ではいくらでもカットができるっていうことで、そうだね。大体使ってる。でも大体使ってる。じゃじゃあなんかとんでもないこと言ってるの使われてたそうですねらスタッフさんのせいです。我々の情熱がほとばしっちゃってるそう一枚ですね、これはね。そうなんです。でちなみにいつものはい戸森会長の記録あるじゃないですか、うん、それに高城もそうなんですよ。出演してくださっていて、高城も一緒にカメラの前にいて回ってるっていう、回してるっていう、まあ回してるなのか無理やりそうですね入ってきてるなのかみたいなと入ってきてるなのか分ころですよね。かりませんけど食い込んできてるのでね。そうなんですよ。そしてそんな中でおまじないをね披露してくださったりとかおまじないです大ね。変でしたねあれ。そうですね、はいまあそこはもうほんと CD を楽しみにしていただいてですね、うんまあそれをねこう家にかけたらね、うんもう親御さんとか家族の人が何うちの息子弾くなとか言ってんのっていうなんか聞こえたよっていうなりますね。なると思いますよ。でもきっと楽しい CD に仕上がってたらいいなっていう希望そうですね、ですきっとなってます。はい。ちなみに、うんラジオ CD の帯におうこのラジオは運命に立ち向かうラジオってなんかもっともらしいことが書かれてるんですけどうん、よく言えば、言葉には表裏っていうものがあって、そうですねいろんなトラブルに見舞われているなのか、まあその行間を読むっていうかね。そうですね、こうね乗り越えられない試練は与えないみたいな、そういうねいわくつきラジオというかねもうなんか僕は僕のはい出てる回らしさを出すしかないよね。そうですってね。いうとこだよね。私も今私が出てる回らしさを出すしかないんで回はね。なると毎回出てる。そうなんです。うんだからちょっとねこれからも頑張っていこうと思いますので、はいぜひゼロ感手に入れてください。お願いします。ではここからはシャーロットの最終話について小森スカイハイ。はいともり会長がカメラにまとめた記録再生していきます。まずはこれです。さあ今日も記録していきましょう。熊神の能力で崩壊の能力者が見つかったのですが、場所は私たちが通う星の海学園に併設するマンション。音坂優の妹あゆみちゃんが風邪で学校を休んでいることが分かったので、お見舞いも兼ねて調査しに行くことになりました。やっぱり兄弟だと両方発症することが多いのかもですね。あと高城がついていくのは野暮かと思ったので、彼には申し訳ありませんが生徒会室から突き飛ばさせていただきました。放課後コンビニでお見舞い品を買っていくことになりましたが、やっぱりおかゆにはなめたけですよね。最強です。黒羽さんがクッキーを買っていったのにはびっくりしましたが、意外と値段張るんすね。はい、ということで一つ目の記録でした。はい。今回は熱で学校を休んだあゆみちゃんが崩壊能力者の最有力候補に上がりましたので、みんなでお見舞いに行ったわけなんですけれども、みんなみんなででしたっけ？ともりとゆさとゆう、みんなでみんなでね。はい。あれ？もう一人いなかったっけな。ゾウさんよりキリンさんが好きな人ちょっと夢中になってね飛び出してしまいました。いやーあのシーン良かったですね。スピード感があっていいですね。割とガラス割れる音ってなんでこうちょっとだけ楽しいんだろうね。なんか高ぶりますよね気持ちがうっひょーってなりますよね。なんででしょうね。自分が割られているというか、そこにこうぐしゃってなってる感もね嫌いじゃないよ。そうですね。まあ高城は、まあちょっと突き落とされてしまいましたけれども、そうなんです。あとキリンについてすげえなぜか詳しいっていうそうなんですかね。高城が博識なのかキリンのことが好きなのか全く分かんないです。演じてる分かんないですね、よく。はい、ということで、そういえばともりんもねゆうさんも兄弟で能力を発症しているっていうところで、そうなんですよね。そう実はね、なのでまああゆみとゆうもきっと兄弟で発症そうなんだよね。しているんだろうなっていうような、そんな疑惑が上がりましたけれど、もうこの時点からちょっと不穏というかね。ですね。だけどなめたけにこだわるっていう
謎でしたよね。でもわかるけどね。まあコンビニでのやり取り結構ほのぼのでしたけど、すごい良かった。ゆさはなぜかレジの後ろにあるクッキーをあれね、そうなんですよ、手を出す人確かに見たことないな。ないですね。あるなとは思ってましたけど、あとゼリーとかね売ってますよ、置いてますよね。あるある、うん、なんかあれお中元とかの季節とか関係なく置いてあるのかな。多分そうだと思います。なんかほこりかぶってたりするの見ますもんね。そうだよね、あれ買いたくないなって時々思うんですけど、うん、そうまあでもそんなね下りを経まして、はい、では続いての記録見ていきましょう。これです。その後あゆみちゃんのお見舞いのために音坂家にお邪魔したんですが、黒羽さんを見た時のあゆみちゃんのリアクションには驚かされましたね。あんなに鼻血を出してしまうとは。みんなで食べたなめたけ入りおかゆは美味しかったですね。やっぱなめたけ最強っしょ。しかし食べ終わった後の皿を洗おうとしない音坂優には引きましたね。こいつ何型だよ。2人で食器を洗っているとあゆみちゃんに付き合ってると誤解されちゃいましたが、音坂優のようなイケメンで頭脳明晰なやつ私とは全然釣り合わないですからね。はっは。帰り際にあゆみちゃんの言っていた怖い夢が気がかりですね。それに崩壊、危険な能力な気がしてなりません。はい、ということでともり会長の2つ目の記録でした。はい、ゆさりんに興奮して、鼻血ブーしてましたね。だいぶ来てましたね。あれ量が尋常じゃないですか。そうアフレコの時はちょっと想像できなくて、どれぐらい飛ぶんだろうこれと思ってたら、相当飛んでましたね。あれ抑えたからね。そうでしたね。ともりさん一瞬で止血しますって言ってやってましたけど、本当は手が真っ赤っかでもおかしくないんだけど、本当ですよ。まあアニメのファンタジーなとこでね、そうなんですよ。手は綺麗なままですけど、綺麗なまま。違いますよ。あゆみちゃんの鼻血は一瞬にしてこういちごとしたペッなんかあるでしょそれそうだね、心で見ると透明なんだよね。そうなんですよ。多分太陽に触れたし、海苔みたいなやつ、スティック海苔乾燥すると透明になる。どんどん綺麗な話じゃなくなってるよおかしいな、フォローしようと思ったのにというところで、みんなでおかゆを食べたりとかしてね、今回割とほのぼのなシーンが続いていますけれども、そうなんですよ。そうなんです。でゆさりんとあゆみの言葉遣いがちょっと似てきて、めさめさ美味しいのですってね。やっぱりでもあれってあゆみは、これゆさりんの影響を受けてるんだよね。そうですね。ずっと好きでね、応援してるしね、だと思います、でもきっとなんか根本的にちょっと気があったりもするのかもしれないですね。なんか波長はね、合うんでしょうね。いいよね。でもなんかあともう一つ面白かったのはあゆみとゆさのシンクロとともりとゆうのシンクロっていう。そうだ、そうなんですよ。あれめさめさ美味しいのですもそうだし、だからゆさとあゆみもともりとゆうも全部一発 OK だったんですよね。そうだったよね。そこでこうやっとシャーロットのチームワークがちょっと発揮されたというか、あれやったねシャーロットチームワーク急に声が大きくなりましたけど、どうしイエーイいや高城さんもね、もちろんほらキリンのところのともりと高城のチームワークなんつったらもうそりゃそうなんかね、もうそりゃそうですよ。なんかね、我々のチームワークはすごいですよ。そうですよ。蹴り飛ばしたら蹴り飛ばされてくれましたからね。そうですよ。そしてちゃんとわーって落ちましたよ流れのまま自由落下です。そうでしたね。はい、そしてゆさりんのおまじないシリーズ、来たじゃあどうぞ。なんか喋ってください何か思い入れが強いのかなと思って。いや、ゆさりんの風邪が治るおまじないとか、やってほしかったな。それはかけてほしかったってことですか？風邪ひきたい。じゃあ何言ってるんですか？もう具合悪くなりたい、早くちょっとやめてくださいよ。もういいじゃんわかるか、これがどれがどれがですか？いや、ちょっと落ち着くけどそうですね、大人ですからね。そうでした。僕はちょっと取り乱しました。わかりますけどね、その気持ちも。まあ確かにいろんな結構ピンポイントなねおまじないがあるんですね。あれってでもムブ朝で占いが残念だった人に励ますために始めたのに、そういうのがあったのかね。今日は12位の人は鼻血が出るでしょじゃあ鼻血が出ちゃうからって言って。でも確かに占いってちょっとこれピンポイントすぎないみたいな時ありません？ある。なんか棚から物が落ちるのに当たるかもみたいなそりゃそんなピンポイントでみたいな。全国津々浦々の中で一人ぐらいいるかもしれないけど、まあそうかもしれませんけどね。はい、まあそんなこんなで、次最後の記録です。見てみましょうか。
なんか嫌な予感すんな。最悪の事態になってしまいました。お見舞いに行った日から2日、学校を引き続き休ませるように乙坂優に伝えていましたが、あゆみちゃんは自分の判断で登校してしまったようです。すぐにあゆみちゃんの学校に向かいましたが、結果的には間に合いませんでした。崩壊の能力があそこまでと、乙坂優まで巻き込まれてしまいました。完全に私のミスです。今日はこれで記録を終わります。ねえ、ここまで頑張ってきたけど、もう今空飛べない俺。いや、なんかスカイハイとかふざけてんのみたいな感じですよね。無理だよね、ちょっとね。いや、なんかもう本当にね。なんか無事だといいなっていう感じですけど、なんか大地さん予告見ました？見ちゃったよね。予告がもう絵で見ても、ユウのセリフ聞いても、そういうことなのって。なんかだってユウの机の上になんか家みたいなのあった。そうだよね。及川くん及川あいつが歩みをひどいもんですよ。あいつがいなければ。そうですよ。あいつがもう今時の中学生生々しすぎるよ。恋愛事情。あいつデート誘ってぜんざい食おうとか、お前あゆみとぜんざいどっちが大事なんだよみたいな。あゆみに決まってんだろ。当たり前でしょ。さあ及川転校しろ。そうだ、あいつでもあいつもそういう意味ではなんかね、こう能力あの学校にいるってことは一応なんか候補可能性があるということでしょ。能力者である可能性があるってことですね。なんかもうしょうもない能力しか出ない体になっちゃう。そうですよ。食べ物の甘みだけが分かる能力。これどんな甘みが、どんな砂糖が入ってるか。砂糖が入ってるか、これがブドウ糖なのかグラニュー糖なのかきび砂糖なのか、それが分かる能力っていう。それですよ。及川は。そうです。それですかね。もしくは女の心が分かんないっていう能力。もしくはもうなんかなんだろうもうなんだろうなんかもう及川くんに対しての悪口がだいぶひどくなってきましたけど、とりあえず及川くんのせいにすることによって我々は救われてます。及川くんそうなんです。あれでもなんか最後に出てきたの熊神みたいな感じでしたね。そうなんですよ。そうなんです。雨の中、血だまりの中、能力しか言ってこなかった彼が。そうなんです。そう、びっくりでしたけれども、でもやっぱりずぶ濡れはずぶ濡れなんですよ、そして謎の女性とあと謎の車を運転していた人物もいましたね。ねえ、そうなんです。なんかやたらかっこいいというか、そういう感じだった。メガネかぶりしてるんじゃないですか。そこ高城とキャラかぶりしてるんじゃないですか。いえいえ、私の方がおしゃれメガネですから。あれそうなんですか。おしゃれメガネってことは偽物ってことですか。違いますよ。フレームがおしゃれメガネだっていうだけですよ。でもあっちの人のフレームちょっと太めで黒縁っぽくてかっこよかったですよね。オールバックで。もしかしてさくらさんそういう方が。私メガネ好きです。メガネが好き。メガネ好きです。とても。これは期待大じゃないですか。ちょっとそうですか。期待大スカイハイの音程で言ったな。ということで、予告動画も流れまして、今後公式サイトでも、見られるようになりますのでよろしくお願いします。では番組に届いたメールの方もご紹介していきますよ。しょうりんさん、ありがとうございます。さくらさん、ゲストの水島さん、こんばんは。こんばんは。シャーロット第6話見ました。今回はシリアスな場面が多かったですね。そんなシリアスなシーンが多かった中でも、高城が生徒会室から蹴り落とされるシーンでは思わず笑ってしまいました。自分が高城の身だったらユウの言う通り付き合いきれないです。最後の場面では何が起こったのか自分でもよくわかりません。最後に出てきた女の子は一体誰なのか、血は誰のなのか、なぜ最後に熊神が出てきたのかなど、今後の展開がすごく気になります。そうなんですよ。出てきた女の人、予想より髪の色が明るかったっていう、そう、意外とキュートな色してた。そうなの。マカロンみたいな色してた。可愛い表現。そう、
なんかペロペロキャンディーみたいな髪の色してた急にちょっと落ちたね今。あれ落ちまクオリしたティ落ちたね。おかしいな、はい、まあ気になるところですけど、もう一つ誇り高き誇りさんありがとうございます、ダストの方。ダストの方ですね。はい、クズです。カスです。あやねるさん、こんにちは、こんにちは。6話見ました。あゆみちゃんが可愛すぎてもだえましたね。もうどこが可愛いとか言えないくらいに存在すべてが可愛い。私もああいう妹が欲しかった。告白してきたやつも出てきたけど、刹那で忘れちゃった。あいつがあゆみちゃんに色目を使うから、あんなことに。無事だと言ってくれ。でも無事だとしてもあれだけ大事故だと隠しきれるのかどうかと思うと怪我の方もですが心配でたまりません。ゆう、俺たちの代わり命がけでも守ってくれ。いやください。あと最後にミシンに出てきた熊神と思われる人物が気になりますね、来週も楽しみに待ってます。だいぶ悲壮感漂うメールが続々届いているらしく、だいたいいただいてるメールの最後の方はもう一切明るさがないよね。そうなんですよだいぶ出てきちゃってますからね、いろんな気持ちが ね。 でもやっぱり俺たちの及川っていうのは合ってた。本当ですよ、あいつですよ、視聴者の皆さん。あいつさえ生まれてこなければ。そうですよ、本当にあいつに特殊能力あるかもとか思わなければ会うこともなかったんですよ。そういうことになりますよ。ああ、おいか、何が甘味どころがあるだよ。本当だよそんな能力使ってんじゃねえよ。食べログにレビューでも書いとくよじゃあ今日はメール以上です。ありがとうございました。引き続き皆さんからのメール待ってます。ではここで1曲、第5話でちょっとだけ流れた曲になります。テレビアニメシャーロット挿入歌ジエンドでクラウディットスカイ。生徒会からのお知らせ。星の海学園生徒会からのお知らせです。まずは放送情報。シャーロットは東京 MXBS11 他にて毎週土曜日24時から放送中。またニコニコ生放送などで配信もしております。そしてニコニコでは8月15日に第1話から6話の振り返り上映が決定しておりますよ。詳しい放送日時配信情報はアニメ公式ホームページをご覧ください。続いて CD 販売情報です。シャーロットオープニング曲ブレイビングユーとエンディング曲焼け落ちない翼が両方収録された CD が8月26日に発売。限定版にはノンクレジットのオープニングエンディング映像収録の DVD がついてきます。さらにハウローハローやジエンドの CD も続々発表されていますよ。詳しくはアニメ公式サイトの CD 特設ページをご覧ください。毎週火曜日に視聴 PV も公開されておりますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。続いて電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックからのお知らせです。好評発売中の電撃ジーズマガジン9月号電撃ジーズコミックボリューム16では、シャーロットを猛プッシュ中。ジーズマガジンはユサ、ジーズコミックはトモリとユサが書き下ろし表紙が目印でございますでくだってなんでそこで間違えた。詳しくは電撃ジーズマガジン .com をチェックしてください。はい、また電撃屋にてシャーロットのラバーストラップ全8種類をコンプリートできるトレーディングラバーストラップボックスが絶賛予約受付中なので、こちらもチェックしてくださいね。続いて、秋葉原ゲーマーズ本店で開催中のビジュアルアーツ購買部出張所の新商品の情報をお届けいたします。シャーロットとエンジェルビーツファーストビートのコラボイラストをはじめとするクリアポスターセット3種類が8月8日より各種税抜き価格2000円で発売中です。また8月12日からはハロハロロゴと西森ゆさイラスト入りの御礼子が販売開始となります。税抜き価格15000円、商品の詳細は購買部出張所特設ページまたは秋葉原ゲーマーズ本店まで。はい、続いてカードゲーム情報です。シャーロットがバイスシュバルツでカードゲームになります。バイスシュバルツとはいろんなアニメやゲームに登場する魅力的なキャラクターたちがカードになったトレーディングカードゲームです。バイスシュバルツトライアルデッキシャーロットは9月18日に発売です。ぜひこのトライアルデッキでカードゲームを楽しんでくださいね。お次は原画展の情報です。シャーロット原画展が8月18日から8月30日に秋葉原の東京アニメセンターにて開催することになりました。ここでしか見られない原画や設定画の展示、ミニファンブック、原画手ぬぐい、エコバッグの物販も予定しています。今出てますよね。こんな機能あるんだ。ニコ生ってすっげえ。すげえな。すごい。これ原画手ぬぐいめちゃくちゃ可愛いですね。これ手ぬぐい欲しいな。これいいな。プリント部分めっちゃ可愛いですね。これ、オープニングのキュッキュッってやってるともり、あそこ可愛いじゃん。あ、本当ですか。ですね。この2人のともりが描かれていますけれども、あとミニファンブックとかね、私原画とか見るの超好きなので。そうなんですよ。そしてなぜかエコバッグの柄がピザソース
本当だ。誰需要なんですかね。うんピザソース萌えみたいな人がいるのかしら。いるかもよ、一人ぐらい。そっか、もうピザソース見たら歩みを思い浮かべちゃう人たちのためのあ、じゃあ歩みでいいじゃん。歩み、本当はねだと思うんですよ。歩みがこうピザソース持ってるとことかね。だったらいいんですけどね。いいまあ、いつかそういう絵とかそうですね。出そうですけどね。はいはい、詳しくは PA ワークスもしくは東京アニメセンターのホームページをチェックしてくださいね。はい、最後にシャーロットのブレレイ &DVD のお知らせです。第1巻が9月23日に発売、はい第2巻以降も続々と発売しますので、商品の詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。そしてここで本日は店舗別全巻購入特典キャラクター原案長さん書き下ろしイラストのラフを初公開いたします。ニコ生の起用をフル活動なんて言った今私なんか言ったフル活用って Yes 言いたかったんですね。活動フル活動ですよ。よしそうですよ。では早速、アニメイトさんの等身大スーツのシーツだわ等身大スーツ違うわ、等身大シーツだわ。そう、うわイラストのラフですね。えこれすごくないですか？ちょっとこれこのさ、はい。ともりのこの腰のさあ、恥骨。恥骨っつうかこのなんですか腰ここ骨のね。ここなんかあれですよね。なんかそうエロいですよね。エロい。エロスですよね。なんでここ下がってんのよっていう。だってあゆみはね、まあ、お腹これ冷やすであゆみ。そうなんかあゆみ冷やすでこれ。あゆみちゃんはね健康的なのすごく。そうでもねこれ手つないでるんですよ。すごいでしょ。かわいいっすよ。これたまんねっすな。そしてゲーマーズさんの等身大タペストリーのイラストのラフです。こちらペストリ出るかなうひょーもっときたー。これ水着ポシェットーそこ最高じゃないですそか。このいや、うんいいじゃん。なんかこれなんて言うんですか、こう防御力低いところにちょっとがっつりしたものがあると思えません？ちょっとわかる。ちょっとうんごつめのものがついてるとね。ついてると確かにこの色が全体的にちょっとね淡い感じの中ですごいこのホルスターが目立ってるよね。最高ですよねこれ。うわしかしだよその前にこのシタツツィがユシタツサリンのツィがユサリンのシタツツは、ねシタツツえはねシタツツィやねこれねすごいんですよ。でもこれちょっと次のも見てほしいんですよ。次のやつはソーマップさんの B2 布製タペストリーか。シタツツしかもダブルシタツツおっぱいが1個2個3個4個4個布製なのに布少なめ布でできてるのに布でも布じゃない確かに5話でねはい見た五右衛門風呂のとこそうろのあったまるのところのキョパーイがねキョパーイはそう意外とね、うん、この子意外とキョパーイなんだなっていそうなんだよねうのがあ気りますよね。痩せするタイプなのかないやしかもさらにですよ、ん重ねるように畳みかけるように虎の穴さんの B2 布製タペストリーのイラストラフこちらダーンもう何この谷間強調してるそしてあゆみの彼シャツ裸エプロンいいのか指にこんなことさせてダメだけどそれがいい致し方ないうわこれ裸ワイシャツにエプロンですよ。うわこれなんかもう本当にこれ誰の趣味なんですかね。これすごいお中元になっちゃうなこれ詰め合わせだよね。確かもうね本当ですね。テイクアウトですよね本当ですこのまま。もうねそうですよ和菓子も洋菓子もなんかたくさん入ってますよみたいな。すごいです最高ですねこれ。もういいな。そして最後まだあるのアニプレックスプラスのキャラファイングラフのイラストのラフこちらです。なんか急に布が増えたような気がします。本当だ急にミコモエそうですね。なんか着込んだ感じしますね。急に着込んじゃった急に着込んだ感じはありますけれどもね。ですね。急に健全に見えるけれども、なぜ巫女服っていうそうなんだよね。ツッコミはありますね。巫女服でこれ上になんかパンツかぶってんの？こ違うわれ何ですかね？頭についてんの。なんかお花っぽいような感じがしますけれども、なんかいいですね。そうですね。着物女子
清らかです。というところでこちらすべてはい本日23時より公式ページでの掲載もするそうですよ。皆様ぜひ楽しみにお待ちください。以上、生徒会からのお知らせでした。シャーロットラジオ小森直の生徒会活動日誌。瞬間解決高城丈次郎。水島大中さんが演じる高城丈次郎の能力は瞬間移動で、その能力で誰かを運ぶこともできます。そこでこのコーナーはリスナーの皆さんから今抱えている悩みとその悩みを解決できる人物を送ってもらい、高城に一瞬でその人物を連れてきてもらい解決に導いていきます。はいこちら皆さん知らないと思いますけど、高城のコーナーでして、実は来週末コミケで発売するラジオ CD0 巻の方では一度プレコーナーとしてやっております。そうなんですなので新鮮さとしては多分第0巻を聞いていただくとすごくこう初々しい2人の姿がそうですね。聞けるかと思います。そして果たしてそれを学んでいるはずのこのはい、生放送で何が飛び出すのかわからない。わからないんです。ということで、大中さん頑張ってくださいね。イエス。では早速やっていきましょう。おつりさんからいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あやねる大中さんこんばんは。こんばんは。早速ですが、僕は割と散財癖がありすぐに金欠になってしまいます。ダメね。高城さん、アラブの石油王を僕の元に連れてきてください。なるほどね。じゃあ多分石油王を連れてきてお金の儲け方が知りたいんだと思うんですよ。儲け方。そうじゃあちょっとまずはこの人物がいる場所、熊上に教えてもらいましょうか。なるほど、場所はここですか。行ってまいります。お待たせしました。この方です。おお、早いですね。あなたは誰ですか？私はアラブのオイルキングだよ。すごい、オイルキングさんだ。そうだ。オイルキングさん、名前は何とおっしゃるんですか？名前名前は、はいサバチョだよ。サバーチョだよ。変わりまサバチョは多分ニックネームなんですよね。そうだ。みたいなことですよね。あやねとあやねるみたいなことですよね、きっと。そう、サバーチョが長すぎるっていうのでサバチョって呼ばれてるんだよ。伸ばし棒しか省略されてませんけどまあいいや。ちなみに Yes。 お金ってやっぱ石油掘り当てたんですか？まあね、掘れば掘るほどはい、ジャブ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 出てきたよ。ジャブジャブ。どのくらい、ちなみにどのくらい持ってんすか？まあ例えるんだったら、はい、そうだね、150階建ての高層ビルが4棟ぐらい建ってるから。そうじゃなくて何？金額金額はい金額通貨は何かな。円で円換算で数兆円。すごい、そうね、数兆円。数兆円あるよ。貯金いくらですか？貯金貯金は数億円よ。数億円。じゃあ漢字のその儲け方は？そうだね、掘るとジャブジャブ、黒い液体がジャブ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 出てくる。そう。ちなみに散財癖はないです。散財癖っていうのはどういうことかな。お金がなくなっちゃうっていう話だよね。それね。そうだからちょっと今月厳しいなみたいな。そうね、僕お金なくなったことないからわかんない。これオイルキングさん呼んだの多分間違いだったな。じゃあちなみに日本語すごいお上手ですけど、どうやって習っ日本人の嫁がいるんだ。そうだったんですか？そう、日本人の嫁に教えてもらったんだ。お名前なんておっしゃるんですか？サバーチョさんの嫁さん。あやこだよ。なんかちょっと似てて嫌なんですけど、すんごい嫌なんです。あやこはもうとにかく金。嘘。私のことなんかより金だからね。それ完全にお金目当ての結婚な気がするんですけど、気のせいですか？いやでも可愛いからいいよ。サバーチョさん、愛はちゃんともらえてるんですか？もう愛はね、もらってると思うよ。そうなの？もらってると思う。自分のことなのに曖昧なんですね。そう、毎日美味しいカラオケを作ってくれてる。カラオケを作ってくれてる。唐揚げを作ってくれてるよ。唐揚げをね。そう作ってくれるんですね。時々チーンって音がするけど。
それタブレット、あーいやいやなんでもないですけど、じゃあなんだろうな、嫁を見つけてこう財布の紐をね握ってもらうとかっていうのが一番いいんですかね、やっぱ。その悩みに対してそうですね。そうだね、まあたくさん働けばなるほど。どうせお金使っちゃうよ。でもなんかお釣りさんの言い方からすると、アラブの石油王を僕の元に連れてきてくださいだから、多分養ってほしいんでしょうね、お釣りさんは石油王に。サバーチョさん、お釣りさん養ってあげられます？サバーチョにそういう趣味はないよ。ありがとうございました。では高城送ってあげてください。さんがなんかドカーンってサバーチョドカーンって言ったけど大丈夫かなということで今日以上なんですけど、あれ大中さん戻ってまいりました。高城さんだ。はい。高城さん、はい。お疲れ様で、どこあれどこにいたんですか、石油王さんと喋ってた間。ちょっと私がちょっと浅草に行っておりました。なんかすごいオイルまみれでテッカテカですけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ちゃんと雷門でお参りしてきましたからね。なんでそんな油まみれなんですか？ちょっとサバーチョプールにね、サバーチョのプールにちょっと飛び込んじゃったからね。なるほど、サバーチョオイルのサバーチョプールにね。そう、お金にはならないオそうですねイルだったけどね。残念です、ということでこんな感じのコーナーです。以上瞬間解決高城丈次郎のコーナーでした。お送りしてきましたシャーロットラジオともりなおの生徒会活動日誌。今夜の活動もおしまいのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。投稿フォームがありますのでそちらを使ってくださいね。またこの番組は毎週月曜の夜22時半からニコニコ生放送で配信していますが、翌日火曜日には響きラジオステーションと温泉でもアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。配信限定のおまけコーナーもありますよ。ということで今日が第6回の放送だったんですけど、いかがでしたか？なんかスカイハイに始まり、そうですね、追い川になり、最後はサバーチョですか。サバーチョオイルって何の番組だか総括全然わかんない。するとよくわかんないです。でもほらすごいじゃないですか。第6話の悲壮感はどこへやら。すごい愉快な気分。よかった。歩み生きてるんですかね。戻さないでよそこ。ちょっともう一回サバーチョ呼ばなきゃいけなくなるよ。そっか大中さんにはね、なんと、来週もお付き合いいただく予定なんですよ。いや来週はどんなオイルキングがいらっしゃるんだろうな。うわお。いやそろそろなんかさ、はいねえ内田真彩ちゃん呼んでよとかいう声あるんじゃないの？呼びますよいつか。そうですか。いつか呼びますよ。この深い回の時はね、やっぱりそうですね。まあ来週もほら予告を見ていただいた通りなんかちょっと不穏な空気が流れてるので大中さんに明るくしてもらおうっていう魂胆です。そういうことか。そういうことです。よろしくお願いしますね。わかりました、はい任せてください。来週は高城さんがどんな人を連れてきてくれるのかな。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでの相手はシャーロットともりなお役のスカイハイと、そしてゲストのスカイハイ高城丈次郎役の水島貴弘でした。あんなところにキリンが。キリンがいるんですか？どこですか？おやすみなさい。番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りしました。